こんにちは、斉藤直樹です。今回は、うまく見える色の塗り方ということで、やっぱりですね、皆さんからいただく質問の中で、すごく多いのが、色の塗り方に関する質問です。影をどんな色で塗ったらいいのかわからない。背景をどんな色で塗ったらいいか迷う。皆さんですね、結構色塗りで迷われている方が多いんですね。でも、大丈夫。この動画を見ていただければ、そんな色塗りの迷いを払拭して、こういう時にはこういう色を塗ると効果的なのね、ということが分かっていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。でですね、もう先に結論言っちゃうんですが、さっき言った影をどんな色で塗ったらいいのか分からない、背景をどんな色で塗ったらいいのか迷うっていうのは、それは当然の悩みなんです。ほとんどの人がね、そこで立ち止まって、何色を塗ったらいいんだろうってね、悩んでしまう原因があるからです。その原因は何なのか、それはどんな雰囲気の絵にしたいのか、その時点で自分で決められてないからなんですね。どんな雰囲気っていうと、例えばですね、イラスト全体に透明感が溢れていて、見た時にね、綺麗って思ってほしいのか、あとは食べ物が書いてあって、これなんか美味しそうって見た人に思わせたいとか、あとはね、全体的におしゃれな雰囲気で、うわ、かっこいいって思わせたいのか、雰囲気っていうのはそういうことですね。そのイラスト全体にまとわせる雰囲気をどのようにしたいのか決まってないから、色塗りの時に何色を選んでいいのか迷っちゃう。そういうことがすごく多いです。でもですね、これは全然最初から決まってなくてもよくて、一旦色を塗ってみてから、その時点でね、この絵ってどういう雰囲気にしようって、そこで初めて考えてみても、むしろね、その方がうまくいきやすいので、今回もですね、添削動画の中から実例を挙げつつですね、色についての解説をしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。透明感を出すための塗り。はい。最初に紹介したいのが、透明感を出すための塗りについてです。特に最近はね、透明感を出したいって思って着彩をしている人が多いように感じています。ただね、色を塗ってみると、なんか透明感出てないな。なんでだろうって、そこで悩んでしまう人がすごくね、多いんですね。でですね、透明感がいまいち出ない理由として、大きく分けて3つの理由があります。はい。一緒に解決していきましょうね。最初の例はこちらのイラストです。はい。目に力があって独特な雰囲気もあって、とても素敵なイラストなんですが、ご本人は、透明感が出てないと悩んでおられました。確かにね、透明感という意味では、あまりそういう感じはしないイラストですよね。なぜこのイラストから透明感が感じられないのか。これは明確な理由があります。はい。まずはですね、僕の添削結果をご覧ください。はい、ドン。さあ、いかがでしょうか？透明感。出たような感じがしませんか？不思議ですよね。なぜ添削前の絵に透明感が感じられなくて、添削後は感じられるようになったのか。それは黒を別の色に置き換えたからです。はい。特に背景が明るい色の場合は、キャラクターに黒を使ってしまうと、それがものすごく強い影の表現になってしまいます。このものすごく濃い影っていうのが透明感の邪魔をしてしまうんです。だってね、ものすごく濃い影が落ちるっていうことは、影を落としている物質そのものがですね、光を全然通さない物質だということを図らずしも伝えてしまうことになるからです。もう全然透明とは程遠い真逆の表現になってしまうんですよ。なので単純に影をすごく薄くしてあげて、これは光をちょっとだけ透過する物質なんだよっていうことを色で表現してあげるわけです。で、それが見た人にとっては透明感として印象に残るわけなんですね。はい。一応ですね、念のために補足しておくと、背景が真っ暗な場合は別です。背景が暗いっていうことは、背景にキャラクターの色が近づけば近づくほど透明っていうことになりますから、その場合にはね、影もむしろ光が当たっている部分も一緒に暗くした方が透明感はアップします。今お伝えしたのはね、あくまで背景が明るい場合と覚えておいてください。でですね、もうちょっと細かいポイントを一つお伝えします。このポイントはですね、ちょっと中級者から上級者向けなので、今の時点でちょっと聞いてもよくわかんなかったっていう人は、聞き流す程度に聞いておいてください。後でね、意味が分かった時に、あの時言ってたってね、役に立つことがあると思います。はい。そのポイントっていうのは、影の色の色相をちょっとずらすといいってことです。さっきね、影に黒を使わずに、ちょっと薄くした方がいいって言いましたよね。で、単純に影を濃くしない、薄くするっていうことだけ意識して塗ると、こうなります。はい。ものすごくね、微妙な変化なので、ちょっと一瞬気づかないかもしれませんが、影になっているね、髪の毛の奥側の色が微妙に違いますね。このパターンでは、奥側の髪の毛の色素をずらさずに、
に全体を同じピンクがかったオレンジ色で塗っているんですが、はい、そうするとですね、全体が同じようにこう前に出てきちゃって、奥行きをあまり感じられず、すごくね、平面的な印象になっちゃうんですね。はい、さっきはですね、濃い黒色で奥行きとか立体感を表現していたんですが、濃い影を封印されたばかりに、今度は奥行きがなくなってしまうわけなんです。なのでこういう時には、影色の色相をちょっとだけずらします。はい、このようによく見ると、ちょっとだけ奥の髪の毛の色が青みがかったような、緑がかったような、そういうね、ちょっとこうグレーのような、そういうちょっと違った印象になっているのがわかると思います。これによって影になっている部分が奥に沈んでくれるため、立体感や奥行きを損なわずに透明感を表現することができちゃうんです。さて、透明感の表現については知りたい人が結構多いと思うので、もう一例紹介していきましょうか。元になるのはこちらのイラストです。はい、こちらもですね、すごく目が印象的に描かれていて、キャラクターの存在感が際立つ、とても素敵なイラストですね。可愛い。ただこちらも作者さんは透明感の表現において少し苦慮されている印象がありました。さあ、ではなんでこのイラスト、いまいち透明感を感じることができないのでしょうか。皆さん考えてみてください。どうでしょう？わかりますでしょうか？はい。理由は何個かあると思うんですが、僕が思う一番の理由はですね、ズバリ背景がないことです。背景がないだけで透明感ってなくなっちゃうの？って不思議に思う方もいるかもしれませんが、いや、そりゃそうです。だって背景に何も見えてないってことは、不透明なものが後ろにデンってあって、それが視界を塞いでいることを表現しちゃいます。それが証拠に添削5を見てみましょう。はい、ドン。さあ、いかがでしょうか？透明感めっちゃ出てませんか？もう背景って言ってもね、僕が書き足したのは、もう本当に簡単な十字のライン、窓枠だけです。なのに、これがあるおかげで、なんかこう視界が広がったような感じがして、息苦しさがなくなったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。透明感がいまいち出ないっていう理由の一つに、単純に背景がないだけっていうのは結構あるあるだと思います。もう本当に簡単なこの十字のラインだけ、窓枠だけでもこれだけの効果がありますので、ぜひね、背景に迷うっていう人はこれを描いてみてくださいね。ちなみにね、さっきのイラストにも背景がなかったので、このね、窓枠をつけてみたらどうなるでしょう。やってみましょう。はい、ドン。ほら、どうでしょう？これも若干ですが、視界がぐっと奥に広がって、透明感がアップした感じがお分かりいただけるのではないかと思います。あとですね、もう一つ、透明感を出せない原因になってしまうものがあります。これもね、若干上級者編なので、頭の片隅にね、置いておいてください。ポイント4つになっちゃいましたね。はい、最初からポイントが多いですが、透明感の表現はそれだけ需要が多いので、ちょっとね、分厚めにやっております。これは今回紹介した2つのイラストに共通して言えることなんですが、彩度が高いと透明感を邪魔します。彩度、つまり色の鮮やかさのことなんですが、鮮やかな色って意外と透明感を表現するには向いてないんですよ。最初のイラストで言うと、全体的に鮮やかなオレンジ色が光と影の境目の色に使われていました。これも透明感を損なっていた原因の一つです。そしてもう一方のイラストは目の色ですね。目の色がすごく彩度が高い鮮やかな色だったので、この色もですね、ちょっと主張しすぎていて、透明感を損なう一つの原因になっていました。両方とも彩度という観点に着目しながら、添削後のイラストと見比べてみてください。いきますよ。ほら！はい、どうですか？彩度を低く抑えることによっても、より透明感がアップしたのがお分かりいただけるのではないですか？このね、4つのポイントを意識すると、透明感は表現できると思います。ちょっとポイントが多かったのでまとめますね。透明感を塗りで表現したい場合には、影にあまり濃い色を使わない。なおかつ、簡単でもいいから背景を描いてみる。この2点をね、まずは意識してみてください。そして余裕があったら、影色の色相を少しだけ光が当たっている部分とずらして、奥行きをね、表現してみてください。そしてさらに、彩度が高い色を避けて、少しだけね、鮮やかさを落としながら色を塗ってみてください。この4つのポイントを押さえられていれば OK です。きっとあなたのイラストに素敵な透明感をプラスすることができると思いますよ。美味しそうに見せるための塗り。さて、絵がうまく見える色の塗り方2つ目は、はい、さっきとは真逆のことを言うので、色塗りって奥が深いなと思っていただけると思います。2つ目は、美味しそうに見せるための色塗りのポイントです。このイラストをご覧ください。はい、こちらはね、料理人の多くがご飯を作ってくれるっていう、心温まるようなシチュエーションのイラストです。はい、口からね、こう牙も生えていて、なんか普段はね、怖そうなイメージの多くですが、こうやってね、料理をしている姿を見ると、あれ？なんか可愛いかもって思えてくるから不思議ですよね。はい、ただこのイラスト、料理が描かれているにもかかわらず、イラスト全体で見ると、なんだかあんまり美味しそうな雰囲気は表現できていませんでした。なぜ美味しそうに見えないのか。それは、またしても色が原因なんですね。どんな色を使えば、料理が美味しそうに見えるのでしょうか。僕はこのように添削させていただきました。はい。
ドン。どうでしょう？めっちゃ美味しそうな雰囲気がアップしたのがわかりますでしょうか？はい。特に僕は料理に関しては書き込みとか形の修正は全く加えていませんよね。ほとんど色だけを修正しました。なのに、この変化、めっちゃ変わったでしょう？なぜこのように変化したのか？ポイントは明るくて鮮やかな暖色です。明るくて鮮やかな暖色を意図的に絵に盛り込むことによって、このイラストは美味しそうに見えています。暖色っていうのはね、暖かい色と書いて暖色です。つまり、赤とか黄色とか温かみを感じるような色のことを暖色と言います。ちなみにね、青系統の色は寒々しい色なので、これはね、寒色って言いますね。添削前はね、暖色は確かに入っていたんですが、暖色系統の色の彩度が低く、かつ暗いトーンに描かれていたので、イラスト全体がね、寒色に引っ張られてしまって、寒々しい印象になってしまっていました。美味しさを表現する色って、その真逆で明るくて鮮やかで温かいイメージなので、明るい色を増やすことで、美味しそうっていうイメージを想起させることができるんです。はい。で、ここで面白いのはですね、必ずしも明るい色を料理に入れなくても美味しそうに見えます。つまり、料理以外の部分を明るくすることでも、全体的に美味しそうっていうイメージは膨らませることができるっていうことなんです。例えば添削後の、今ね、美味しそうに見えているこのイラスト、料理以外の部分の暖色を明るい暖色以外の色に置き換えたらどうなるでしょうか？はい。面白いことが起きますよ。いきますよ。いいですか？はい。ドン！ほら、全然美味しくなさそうに見えちゃったでしょ？でも今色を変えたのは料理以外の部分ですよ。料理は全く色を変えてません。背景の色とか奥に入っていた暖色の部分、料理とは全く関係のない部分の色を変えたのに、なぜか料理まで美味しくなさそうに見えちゃいました。これ面白いでしょ？そうなんです。イラストにおいて料理が美味しそうに見えるためには、料理以外の部分においても明るい暖色の色を加えることで、料理までもが美味しそうに見えるという現象が起こるんです。もしね、食べ物のイラストを描いて、あれ？なんか美味しそうに見えないぞって思ったら、料理だけじゃなく背景にも明るい鮮やかな暖色加えてみてくださいね。お腹がグーってなるぐらい美味しそうな雰囲気を表現できると思います。おしゃれな雰囲気を出すための塗り。さあ、3つ目の絵がうまく見える色塗りのポイントいきましょう。3つ目は、これも結構多くの人が悩むポイントかもしれません。おしゃれな雰囲気を出すための色塗りのポイントですね。元になるイラスト紹介します。こちらのイラストですね。いや、もうすでにかっこいいんですね。男の子もめちゃくちゃイケメンに描けていますし、カメラアングルも斜めからの煽り。めっちゃ雰囲気いいですよね。ですが、僕はちょっとだけおしゃれな雰囲気をこのイラストに追加することができるなと感じました。さて、これもどの色を直すとおしゃれな雰囲気が出そうか、皆さん予想してみてください。どこでしょうか？はい。では、ポイントの解説です。実はポイントは2つあって、1つは反射光です。反射光に寒色を入れることで、イラストはおしゃれになります。添削結果を見てみましょう。はい、ドン。さあ、いかがでしょうか？添削前のかっこよさはそのままに、おしゃれな雰囲気だけがぐぐっとアップしたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。注目してほしいのは、コインランドリーに座っている男性のお尻のあたりの反射光、そして足の色、さらに猫ちゃんの影になっている部分の色です。添削前はね、影になって暗くなっていただけだったんですが、添削後は下からの照り返し、反射光によって下の面が明るくなり、かつ青系統の色が入ってクールな印象がプラスされたのがお分かりいただけると思います。そうなんです。今ね、クールって言いましたが、青系統の色は寒色で寒々しい印象とともにかっこいいっていう印象もプラスすることができます。かっこいいと冷たい。ともにね、クールって英語では言いますから、この印象ってですね、万国共通なんでしょうね。めっちゃ面白いですよね。で、もう一つのポイントは、光が当たっている部分にも寒色を取り入れると、さらにね、クールな印象を与えることができます。添削前と添削後の足元の光の色を見比べてみてください。添削前は自然にね、明度を上げただけなのに対して、添削後は意図的にね、青系統の光に寄せられているのがお分かりいただけると思います。普通ね、光っていうと太陽の光をイメージするので、暖色系のね、暖かい光をイメージする人が多いと思うんですが、これもね、意識的にクールな感じ、青系統の室内光を当ててあげることで、よりかっこいい雰囲気を印象づけることができます。はい。じゃあ試しにね、光の部分を暖色寄りに変化させてみると、この雰囲気が崩れるのが感覚的にね、分かっていただけると思うので、ちょっとやってみますね。はい。
どうぞ。はい。どうですか？足元だけ、なんかお日様が当たったような、牧歌的な雰囲気になって、都会的なシチュエーションとのギャップが生まれてしまいましたよね。もう外からね、テントウムシとかが、ブーンって入ってきそうな、そんな雰囲気に変わっちゃいました。色を変化させることで、こんなにも雰囲気が変わっちゃうんです。色って面白いですよね。おしゃれな印象を作りたい場合には、反射光の色と一部の光の色に寒色を取り入れてみてください。クールでおしゃれな印象を作り上げることができると思います。主役を際立たせるための塗り。さあ、サクサクいきましょう。次の絵がうまく見える色の塗り方は、主役を際立たせるための塗りです。これですね、キャラクターイラストを描くときに非常に役立つポイントなので、これはね、ぜひ押さえておいてください。元になるイラストはこちらです。はい。めっちゃ可愛い。ネズミの擬人化のイラスト。ネズミがね、天敵の蛇と仲良くしているので、ちょっとシャレが効いたイラストにもなっています。ただ、こちらのイラスト、なんとなく主役が際立たないというか、パッと見たときに主人公に目が行きにくいことを作者さんは気にされていました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。この添削は色だけじゃなく、ちょっとね、構図も直してあります。主人公を真ん中に持ってきつつ、白い蛇を主人公の周りに巻きつけるような、そういう変更を加えています。ただなぜこのように変更したのかというと、それはもともと色を変更したかったからという理由があります。人間の目というのは赤や青、緑といったような、そういう色相の変化よりも白と黒の明度差、つまり明るい暗いに敏感に反応するという習性があります。なので、視線をコントロールしたい場合、例えばね、今のようにキャラクターに視線を集中させたいって思った場合、色の変化よりもね、明るさに変化をつけた方が効率的に視線をコントロールすることができちゃうんです。はい。つまりですね、僕がやったのはこういうことです。蛇を使ってキャラクター周りを明るくして、キャラクターの部分に明るさを集中させました。で、逆にね、その周りは暗くしたんです。そうすることによって、画面の外側から中心部分にね、強制的に見ている人の視線を集中させちゃうということをしたんですね。人の目の習性を利用したってわけです。このね、明暗さを利用した視線のコントロールは本当に強力な武器になります。これを感覚的にできると、実はね、絵が多少下手だったとしても、なぜか絵がうまく見えちゃう。そういうね、本当にチート級の武器になります。ぜひね、この明度差による視線のコントロール、普段から意識してみてください。あなたの色塗りが、これだけでめちゃくちゃ上達すると思います。といったところでいかがだったでしょうか？今回は絵がうまく見える色の塗り方について詳しく説明を加えてみました。今回の動画ではね、一度塗った色に対して、これだとちょっと効果が出ないよ。こう直した方がいいよ。という添削ベースの解説だったので、一から色を塗りたい時にはどうすればいいの？そこんとこ教えてよ。と、もやもやした人も中にはいるかもしれません。そんな人にはですね、こちらの動画を合わせて見ていただくことで、色塗りに関しては、より完璧にマスターしていただけると思います。完全版、見栄えアップ色塗り講座ですね。こちらは、線画から着彩まで、ゼロから色を塗っていく過程を紹介しています。どうやって色を塗っていったらいいのかわからないという方にとっては、うってつけの動画になっていますので、これを見ながらですね、ぜひ一緒に練習してみましょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。